自分は大阪南部に生まれて、物心つく前からお祭りの太鼓、鐘のリズム、で笛のグルーヴ、もうこれのかっこよさにまずやられてるんですよね。スピンマスターイワンです。プロデューサー、DJ、ターンテーブリスト、フィンガードラマーとして活躍してます。日本伝統の和楽器とヒップホップ、これを合わせたような音楽を自分のスタイルとしてやってます。自分はもともと DJ としてアメリカのヒップホップを中心にスピンしたり、ビートを作るにしてもちょっとジャジーなものとかやってたんですけども、あるイベントのオープニングパフォーマンスで縦のアーティストの方と DJ でセッションすることになりまして、でそこで彼らの普段使ってる和楽器の曲と自分のヒップホップのビート、これをマッシュアップしたのが自分の今のスタイルの原点でありルーツです。僕はシンゴ2というラッパーの DJ を約20年やってるんですけど、彼は初期の頃から特に海外の公演とかになるとライブのセットリストにどっか日本を感じるポイントをいつも仕掛けてるんですよね。それが例えばイントロで雅楽のレコードから始めたり、和楽器奏者フィーチャーしたり、現場レベルではごく自然に和楽器がフィーチャーしてたんですよ。今回このエクスパンションのオファーが来た時に自分のねリリースしたものと近いオーダーだったんで、これはちょっとチャレンジしてみたいなと。あとやっぱり皆さんにこの和楽器の魅力、和楽器とヒップホップの相性みたいなのを皆さんにトライしてほしい。ここになんか面白さが詰まってるっていうの、そこをシェアできたらなと思って参加しました。じゃあエクスパンションを実際に触ってみて音出してみますね。こういうねテープ感のあるドラムとか、あとダスティーなスネアプラス、これただのことじゃなくてアタックは残しといて後半の部分にディストーションがかかってたりリバーブがかかってたり、こっちのことはまた同じことでも全然音が違うんですよ。普通に和楽器の人から録音したらここまでフィットしない、このビートに。自分のパートでは琴、三味線、例えばお寺の鐘、尺八、篠笛と細かい打楽器系ですね。太鼓、小太鼓、鼓、もう日本にしかないサウンド、土のうの声とか、それをヒップホップに合うように選んでる。こういう祭りの音であったり掛け声だったり、あとはねビート用にエディットされたループ。このエクスパンションは日本の和楽器とヒップホップのビートのキット、これを大阪出身の僕と京都出身のフェンネル・コリアンダー、そして奈良出身の DJ レナで作りました。フェンネル・コリアンダーはテーブルビーツっていうイベントを通して最新の実験的なビートであったり前線で活躍をするラッパーやジャズのバンドとかと絡んだりして、その経験も踏まえて京都出身の彼ならではのテイストですごいいいサウンドをチョイスしてくれてます。 DJ レナ、彼はもう若くして音楽にすごい貪欲で、次世代ならではのセンスでピックアップしてきたサウンドがすごい特徴的で、彼は奈良の生まれなんですけども、彼の視点から見た日本をすごいうまく表現できてると思います。ターンテーブリストとしてもプロデューサーとしてもすごい要注意なアーティストです。例えばドラムキットとかだとやっぱり日本のヒップホップは結構アナログ文化通ってきてるんで、やっぱりそれに近いテクスチャー出すようにテープデッキで録音したようなニュアンスを出すためにあらかじめマシン内で加工して使ったり、和楽器の部分でいうとアタックはプレーンで置いてその後半の波形に対してディストーションかけたりリバーブかけたりで加工したり、太鼓とか鼓系はやっぱり深みリバーブで奥行きを出した方がうまくそのビートと混ざらんように炭焼けができるんで、そういう処理はしましたね。作ったループの上に和楽器の奏者にその上からループ弾いてもらったり、琴のループの上に軽く三味線をかぶせた状態で録音したり、ヴィンテージのおもちゃ
日本の和楽器のおもちゃとかサウンドに独特の表情がついてるんで、うまくビートに混ざるように上から音かぶせたりノイズ取ったり、こういうこと結構こだわったですね。じゃあちょっとエクスパンションでビート作ってみたいと思います。じゃあまず一発目のキットを薬師キットでドラムキットを打ち込みたいと思います。この太鼓のキャラがいいんで、もう一個薬師キット。これをキーボードモードでジャパニーズスケールでもうちょっと雰囲気を出してみても面白いかなとやってみます。上物なんですけど、ちょっと先にフックっぽいのができてもうたんで、同じジャパニーズスケールでシンプルなパターンを弾いてみたいと思います。1オクターブ下げたサウンドを足してみたいと思います。この上物に一回ちょっとパフォーマンスエフェクトを使って小節の変わり目とか雰囲気の変わり目をちょっとブレーキっぽいサウンドでちょっと表現してみます。ドラムキット、パーカッション、上ネタ、チャントが入ったんで、あとは音に迫力出すためにベース的なものをちょっと選んでみたいと思います。本体スかけてみます。スクラッチでもコーラスでも何でもいいんですけど、フックっぽいちょっと長めのねメロディーでバースに変えます。ガヤも消して、かっこいいかっこいい。じゃあちょっとせっかくなんで他のドラムキットの相性も見れたらどうかなと。こんな感じでいかがでしょう。このコンクリートサウンドのテーマに合うようなその日本を感じるビート、それもそれぞれの年代別、例えば90年代のブーンバップとかトリップホップで最近のプレイリストにフィーチャーされてるような日本語ラップのトラックみたいなのも参考にしてキットになってるんで、このエクスパンション内にはマシンの中に内蔵されてるジャパンスケールっていうスケールがあって、これを使って制作されたメロディーとかミディが豊富に入ってるから、例えば他の楽器に入れ替えたとしてもどっか日本を感じさせる雰囲気を表現したりしやすく仕上がってると思います。めっちゃ面白くできてるんで、ぜひ皆さんでユニークな使い方にチャレンジしてみてください。僕ら以外の人が使ったらどうなるかめっちゃ興味あるんですよね。めっちゃ楽しみです。